せーの。明けましておめでとうございます。何バディーズの皆さん、明けましておめでとうございますにしよう。せーの。バディーズの皆さん。バディーズの皆さんってなんだから、なんかもっとめでたくさ、トーンがね、バディーズの皆さん、明けましておめでとうございます。明けました。2025年、皆さんはもうあれかな、飲んでるかな、お酒を昼間から。今日は1月2日。本当に皆さん大丈夫ですか？体調とかお変わりなくお過ごしですか？もしかしたらね、仕事の方もいるかもしれないから。もう正月仕事の方はもう本当に神様です。本当に頑張ってください。いいですか、早速。今日はね、インスタからインスタからお正月エピソードをちょっと募集したので、そのエピソードについていろいろややわーわー言っていけたらいいなと思います。どんなのが来てんの？一番最初のコメントしてくれた人に読んでいい？お餅つきしてたら甥っ子が義理お父さんバーコードハゲ頭にお米をお餅をなすりつけてた。だから新年でさ、多分お餅つきしてたんじゃない？で甥っ子が多分ちっちゃいか分かんないけど、もう貴重なねバーコード頭にお餅をこうやって塗りつけてたんだよ。おじいちゃんみたいな。おじいちゃんじゃないのか。義理のお父さんだから、旦那さん側のお父さんのことをバーコードハゲ散らかしって言ってるのはちょっといただけないんですけど、それは自分じゃないのね。でもね、自分じゃない、甥っ子はね。でも子供はいたずらするもんだ。そうなんで、そんな貴重な頭だよ。貴重な毛になせつけて。だからもう取るときさ、やばいじゃん。抜けちゃうよ。義理のお父さん大丈夫ですか？まだ残ってますかね、毛は今年は。大丈夫、新年からね。でも笑い話になるからいいと思います。福笑い。福笑い。福笑いだ。新年一発目にちょっと笑いをありがとうございます。はい、次です。元日にお金話を切り出してしまった。自分から。うわー、それはお互いにとって結構苦しいことだね。でもさ、自分からだからよかったよね。わかる？別れをさ決めてて。確かにね。新年に持ち込みしたくなかったんでしょ、きっと。元日でしょ？そう、元日だから新年じゃない？元日か。そっか。年末じゃないか。持ち越しちゃったんだ。持ち越しちゃったんだ。だからもう多分変わったんだろうね。その年明けて、もう私は今年こう生きるっていう風に決心が固まったんだ。決心がしたのかもしれない。でも結構勇気いるよね。でもというコメントもあり、違うコメント。遠距離してた彼氏に振られました。これは振られたパターン。うわー、お正月に？遠距離だからね。お正月にさ振る男でもさ、その前のコメントはさ振ってるからさ、あんま言えないよ。そうだよね。なんてことしたの？いろいろあるよね。やっぱりでもさ、結構お正月ってさ、家にいてさ考える時間があるから、そこで思い立つのかな。そうだね。でもさ、遠距離とところがネックで、近かったらさ、別れ話だったらさ、大事な話だから会って話そうできるけどさ、できないもんね。できない。しかもさ、そのお正月ってさ、地元の友達とかさ、家族とかとさ集まってさ、ちょっとなんかこう恋愛トークとかなるじゃん。そうだね。結婚いつなのとか悩んでて、そこで説明というか話して、そんな男別れないみたいなで思い立って行動の可能性もあるんじゃないか。もうこれ決めよう。1月3日までは肯定する。否定はしないってことにしない？みんな。そう1月やっぱり失恋はちょっときついかなって思います。1月3日までってどういうこと？ 1月3日三が日って言うじゃん。だからは男の相談されても、でも好きなんでしょ？だったらいいじゃんっていうテンションでお話を聞きましょうって。それで友達がさ、その男別れない、今もう別れるライン送って早く、目の前で送って、別れましょう、送ったみたいなのはやめようってこと。そういうノリかは分かんないけどね。でもさ、その2丁目を知って初めての大晦日、付き合ってた人がさ、とんでもないトラブルをさが起こってたかもしれないから、そしたらもう別れましょう。いきなり否定。別れましょう。もう2日に上げてる動画で否定してるからね。カウントダウン飲みすぎて帰る途中植木にダイブして血だらけの正月。嘘でしょ？大丈夫そう？でもさ、なんかお正月に2丁目で飲んだことないの俺。お正月というか大晦日から年越しのタイミングで。ないの？ない。ない。俺は多分お店でジャンプした記憶がある。お店でジャンプ？だからみんな行くよみたいな。20人ぐらいいて、行くよみんな。19みたいな。でジャンプして、でその後はもう爆飲みって感じだった気がするけど、でもやってる店とやってない店があるから、あそこやってる、あそこやってないみたいな必死だった気がする。三が日まで必死だった。
でもさこのエピソードを見るとさもう元日からさもう今年終わったみたいな感じになるじゃん。そうだよ、だって2日まで死ぬじゃん。しかも血だらけでしょ。だからねちょっと羽目は外しすぎない方がいいね。マジで気をつけましょう。飲んでも飲まれるな。すごい。すごくない？あ、これバグじゃない？バグじゃない。すごくない？なんか16件ぐらい送ってくれてる人がいるんですけど、なんかしかもなんかただのなんて言うんだろう、スーツめんどくさい関係ないのもありますね。子供たちであげるお年玉の値段に迷ったら2000円札1枚。そうなんですね。でも2000円ってレアだもんね。2000円札でもさ、小学校さ3年生ぐらいまでさ500円玉で騙せるよね。だからなんか札よりも500円玉のかっこいいじゃん。そうだね。そうそう。俺も姪っ子がいるんですけど、お年玉いくらあげようかなって悩んでるところです次です。愛犬と彼氏3人でカウントダウンして明けましておめでとうって伝え合った時がありました。涙したってことは過去の話。そうだね。それか、いい思い出だったんだろうね。胸にしまっていこう。これやりたいかも。親戚周りと年賀状がめんどくさくて独断でやめて大貧縮。おじたちは頭が固い。これ年賀状文化ってもうどんどんなくなってきてるイメージあるね。結構今 LINE とかでさ、あるじゃん。そう LINE おめでとうが多い。中学生ぐらいまでかな、自分で書いてたの。書いてた、もう多分俺の地元の友達たちは大体しんちゃん書いてたから、クレヨンしんちゃんのね、しんちゃん書いて明けましておめでとうって書いてたから、その年賀状があるんじゃないでしょうか。なんか書いてたりしてた？お決まりのもの。いや、なんか家族写真が兄弟の写真かなんか貼ってたか、年賀状のさ、テンプレみたいなイラストみたいな書いてあって自分で書いてみたいな、そのパターンだった俺は。そのパターンだった。嬉しくない？その元日にさ、親からさ届いてるぞみたいな感じで。嬉しい。で結構な量だったから、小さい頃って全然だったよ。15枚とか。本当に？マンモス校じゃなかったっけ？マンモス校だったけど、高校がか。いや中学マンモス校だったけど、中学の時はもう送り合う文化なかった。 LINE だったんだ。 LINE でさおみくじついてるやつを送ったりとかしてた。そっか。小学校の時までだね、年賀状。でもさ、小学校の先生大変じゃない？毎年30枚は書かなきゃいけないんでしょ。そうだよ。大丈夫そう？でも大丈夫だよ。大丈夫？今 PC でだけどさ、30枚買うわけじゃん。だってあれ何百枚単位で売ってるじゃん。そうでも大変なことは大変だよね。住所は打つからでしょそうだよ。そうでも年賀状文化はね、なくなんないでほしいな書いてないけどこれ読みたい。これ超共感する。寝起き機嫌悪いのにお年玉もらう時だけ機嫌よくなってたこれもう超共感じゃない？そうかな。でも朝もらってたかな。俺朝もらってたよ。本当に？でもさ、お年玉もらう時ってさ、なんか俺結構なんて言うんだろう、気遣いか分かんないけどさ、なんか申し訳なさが勝ってなんか、ありがとうございますみたいな感じでもらったの。どういう風にもらってた？イエーイみたいな、ありがとうって言って。素直に喜んでた。俺はすいませんありがとうございますって。誰からもらってたそれ？ありがとうございますって。そう、おじいちゃんとか。親はくれなかった。おじいちゃん、親もなんか5年に1回とかなんかオリンピックぐらいにくれてたけど、おじいちゃんとかおじさんとか。親戚だったらありがとうございますって言ってもらうけど。それは自分で全部使えた？それとも親にこうやって渡してた？どうだったかな。小さい頃は親に渡してたね。だからうちの親とその親戚の親が子供たちにこうあげ合うじゃん。だからもう親に全部回収されて、だから親同士のこのただのお金の交換でしょ。お金の交換みたいな、お金のトレードをしてるだけでしょ。そう、お金のトレードみたいな。子供たちは何事みたいなでも俺はお年玉全部使えたけど、もうなんて言うんだろう、お年玉もらうじゃん、そしたら駄菓子屋に連れてってもらってそこで合流するっていう。いいね。兄弟全員でね。全員でこれとこれくださいみたいなでなんかタトゥーシールとか、もうルルルで、そうタトゥーシールとかやってたから、ここからここまでくださいとか言ってベタベタに貼って、もうドヤ顔でね、そうもう入れ墨まみれみたいな、お正月はみたいなやってたりしてた何それ水でさ貼るシールとかあるじゃん、タトゥーの。あったなんかおしぼりかなんか。そう多分俺は小さい頃は入れ墨まみれでしたね、お正月は。去年の正月に親戚集まりでコロナ広まり、成人式コロナで行きまへんでした。ってことはまだ21でしょ、去年成人式ってことは。コロナ禍の子たちはね、大変だったと思う。修学旅行行けなかった子とかもさ、いっぱいいるじゃん。なんていうの、卒業アルバムの写真がマスクだらけでしたとかさ、聞くじゃん。
もう思い出はもう全部さね、顔まっさらできたよね。確かに成人式はね一緒に一度だからね。うん。成人式はスーツで行った？成人式は袴だったね。袴だった？うん。俺は花魁でした。貼っとく？いいよ、貼らなくて。見た人なんか花魁の写真見たいですって言われたら、これだよって見せるから。めっちゃ綺麗というか、インパクトがすごかった。でもすごいなんかこの前さ見せたら成人式俺らにいたんだよねって言ったら、なんか某ママの弟子みたいな感じですごいディスられた。どこのママか言えないんですけど。現在29歳、人生で初めてお付き合いした人14歳から20歳までの6年間と毎年大晦日にどんな1年だったと LINE で報告し合います。彼も数年前に結婚してますし、今は恋愛感情ないし、会うとか連絡はほとんどないけど大晦日だけやり取りします。その時だけ一緒にいた頃をふわーって思い出します。彼にいい報告ができるようにまた頑張ろうって思う大事な時間。エモなるほどね。好きじゃないんだ。本当はでもまあ思い出なってるのかな。そうなのかな、家族だよね多分。家族というかなんだろう、家族だよね。いやもう家族だよ。てかなんかたくさん多分泣いたと思うし、お別れの時はさ辛かったと思うけど、今その思い出をふわっと思い出して、彼に一番最後の文が最高。彼にいい報告ができるようにまた頑張ろうって思う大切な時間です。素晴らしいです。素敵だな。でもまあそんなね毎年送り合っている人とやり取りできたってことはもうすごい素晴らしい人だから、絶対いい人ができるから。確かに。いきます。初めての彼氏と行った旅館で温泉に行った時、温泉の雰囲気が怖くて温泉を楽しむこともなく走って帰って、その話を元彼氏にしたりして会話を楽しんでいて、喉乾いたねってなって自動販売機に2人で買いに行ったら、途中の廊下に黒い布が落ちてて、2人何これってなって、私が撮ってみたら私のパンツだった。だって怖くて走って帰ってさ、待って何これ。私のパンツだ。私のだって。お気に入りのやつだったから、さっき走った時に落ちたんだって持って帰った。元彼は苦笑いで、そういうところあるよねって言ってた。知りたいくらい恥ずかしかった。これ恥ずかしすぎる。恥ずかしいね。可愛くないでも。でこれね、俺超似たエピソードあるの。何？なんか俺パーソナル言ってるじゃん。パーソナルでさ、大体ノーパンでやるんだけど、パンツ濡れちゃうからね、汗で。だけどその日パンツ履いてやっちゃったからさ、リュックあって横のポケットにパンツをギュッて忍ばせてたのね。でそれで次出勤になったから走ってこうやって行ってたら、階段の途中でそれが落ちちゃったの。で後ろの人がすいません落ちましたよって言って、でその人が拾おうとしたの。待ってくださいって言って、それすごいパンツなんでとか言って、でその人もってやって、俺も拾ったんだけど、それはさ他人だったからさもう会わないけどさ、彼氏とさ怖がってさ、いやもう恥ずかしすぎる。いや自分だったらもうシャンプルしていくかも。でもお気に入りなんだよ。違いますみたいな。だから8000円ぐらいしたカルバンクラインのパンツどうする？純ちゃんのエピソード？違うよ、その彼氏と怖いね怖いねって走りながら。いや逆にその彼氏とかだったら全然俺気にしてない。恥ずかしいとかない。そういうことで、俺のエピソードだったら違いますって言うの？そう。でも俺の落ちてるの見てるんだよ、リュックから。そう。もう逃げれないよ。違いますって言っても。違います。でも拾おうとしてたからさ。でもさ、それが普通のパンツだったらいいけどさ、とんでもないパンツだったらどうする？でも俺とんでもないパンツは俺も持ってないけど。だからお気に入りのパンツってことはワンチャンの黒いティーバッグとか布切れとかかもしれないからね。男性？さっきの。女性。女性。だから黒いレースのティーバッグとかかもしれないよ。二人で何これ何これってなって見たら私のパンツ。やばいマジ。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんのお正月エピソードいただいて、もう僕ら全部読んだんですけど、ちょっともう見せれないぐらいのやつもあって面白いのがでもうほんと一部しか読めなかったんですけど、本当にありがとうございます。ありがとうございました。また2025年もバリスマをよろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵な2025年にしてください、バリズの皆さん。そうだね、正月はねゆっくり過ごして、また今年1年始まるからね、あっという間に終わるからね。そうだよ、しかも1月のさほとんど日本にいないんですよ。そうだね、なので、もう1月あっという間に終わるし、私は2月もあっという間に終わって、日々を大事に
生きてね。そうだね。だからたくさん2025年はもっといっぱいね嬉しい報告ができるように頑張りたいなと思います。そうだね。では行きますか、我々も。はい。今日はお店の飲み会なのでやっちゃうよ。爆飲み。あ、心臓捧げてんの？心臓捧げてんの今。そうです。じゃあこっちじゃない。爆飲み。